すいません、ゴールドウィング1個ください。400万のバイクとはなかなかぶっ込みますね。あざっす、これ見積もりっす。車両税込み380万で。登録代行費用3万3000円って書いてある。登録はこちらでやるので外してもらえますよね。いやー、それできねえっす。なんで？上から言われてるんすよ。でもネットで頼むと1万円とかでやってくれるよ。相場よりだいぶ高すぎますし、それに代行を強制するのは会社の決まりだって言われてて、登録代行させない客は追い返せって言われてるんすよ。こんにちは、ペンタロウです。車やバイクを買うとき大抵見積もりに入っている登録代行費用、本来所有者本人の義務と法律で決められている手続きですが、代行させないと販売しない店も多く、コストを浮かせたい場合の方法と実際の手続き方法について紹介します。そんなわけでこの間バイク買いに行ったんだけど、登録自分でやるって言ったらごねられちゃって。それまずいやつだね。やっぱり変だよね。登録は所有者の義務なので代行させないと売らないというのはちょっと。バイクの登録って自分でやっていいんだよね。そうだね。というかそれが本来の義務。本人が誰かに依頼したければ依頼しても問題ないけどね。登録代行を強制する店も多いと聞きます。じゃあヤマダドリームに改めて行ってみようか。1、バイク屋さんに行く。じゃあヤマダドリームジャパンが運営するヤマダドリーム店に行ってみよう。すいません。チース、おひさっす。やっぱり登録自分でやりたいんだけど。登録は所有者が運輸支局に出頭するものと道路運送車両法及び自動車登録令で定められていますよね。そうなんすけど、とにかく代行するのが会社の決まりだって言われてて、それだと登録を代行させないと売らないってことになるけど、そういうことでいいの？代行費を積まないと契約できないんで、実質そういうことっすね。多分メーカーから出る完成検査証をなくされるとえらい面倒になるんで、その辺関係してるんじゃないですかね。2025年4月から二輪の新車新規登録は OSS になって完成検査証は電子化が前提になりましたが。そうなんすか？スズキの子会社の鈴木二輪が運営するスズキワールドでは普通に自分で登録できるけど。初耳っす。川崎モータースジャパンが運営する全国数店舗の川崎プラザでも登録代行は強制していないと川崎モータースジャパンの問い合わせ窓口の人は言っています。世の中そういうもんなんすね。ヤマダドリームジャパンもヤマダ技研工業の完全支配下企業だから、鈴木二輪や川崎モータースジャパンと同じような立ち位置だよね。そうっすね。そもそも代行の3万円ってだいぶ高額だよね。その辺会社が決めてるんで、単価のことはよく知らないっす。行政機関への申請業務を有償で引き受けることができるのは行政書士または行政書士法人のみと行政書士法で定められています。うちから行政書士に委託するらしいっすよ。じゃあこの3万3000円がそのまま行政書士委託費ってこと？建前はそうっすね。バイクの登録で3万円請求する行政書士は日本中探して一人もいないと思いますが。そうなんすか？俺っち現場の人間なんでその辺はちとわかんねえっす。ペンタロウさん行政書士だからペンタロウさんにお願いしたいんだけど。ダメって言われてるんすよね。なんだかプロ野球選手がアマチュアの草野球にコーチ頼むような話じゃない？確かにそうっすね。とりあえず自分で登録できないのは法律上おかしいから会社に確認してもらえます？かしこまりっす。2、登録手続きの方法。返事待ってる間に登録手続きの方法だけど、慣れてないから調べないとわからないかな。紙申請するか OSS 化によって流れが変わります。 OSS から行ってみようか。二輪の OSS は新車新規のみですが、国土交通省の OSS サイトに入って申請手続きを進めます。個人だとマイナンバーカードが必要だね。法人なら電子証明書を使います。これらのデータを使って必要データを入力していけば申請手続き完了です。入力する内容は多いけど難しくはないね。ただステータスが進んでから平日運輸支局に出向かなきゃいけない。車検証とナンバープレートの受け取りですね。郵送してくれないの？してくれない。詳しい説明は省きますが、単純に公務員の怠慢と思って良いです。
紙申請の場合は今の OSS データ入力がなくて、その代わりに運輸支局に行って OCR シートとかに記載する流れ。要するに OSS でも紙申請でも同じように運輸支局窓口に行って申請窓口で番号札を引いて待つということに変わりありません。平日夕方4時までに窓口行くの難しいな。窓口訪問に支障があれば代行サービスを利用する方法もあります。ヤマダドリームの代行費用は3万3000円だったけど、普通の代行サービスは1万円くらいでカード決済とかもできるよね。窓口に行く手間考えたら代行サービスお願いしたいかな。ウェブで代行依頼できるサービスなら最低限の必要情報を入れて書類を送れば終了です。手続き完了後、車検証とナンバープレートが自宅に郵送されてくるので、平日運輸支局に行く必要はありません。自分で管轄運輸支局近辺の行政書士を探して直接依頼するとより安くできる可能性もあるけど、先に現金を送らないと引き受けないとか、個人の一元さんが依頼するのには少しハードルがあるかな。全国向けサービスならカード決済や振込決済などで滞りなく進むので、その方が使いやすいでしょうね。まあ自分で運輸支局に行く時間がある人は自分で行ってやってみるのがいいと思うよ。慣れていないと面倒は面倒だけど。3. OSS。 とりあえず確認依頼してみたけど、さっき潤太郎さんが言ってた OSS ってなんだっけ？ OSS は自動車登録のオンライン申請です。普通車は以前から対応していますが、二輪は新車新規のみ2025年4月から運用が始まりました。中古は紙申請だけなんだね。OSS 導入と合わせて継続車検の時に納税証明書を出さなくてよくもなったんだよね。 OSS になると手続きはどう変わったの？新車の場合、譲渡証明書にあたる完成検査証が必要ですが、従来の紙申請の場合は紙の完成検査証を運輸支局に提出します。なくしちゃうとやばいんだよね。万が一紛失するとメーカーに再度完成検査証を出してもらわないといけないんですが、メーカーの再発行には数ヶ月かかることが多いです。じゃあ数ヶ月登録できなくなっちゃうんだね。紙1枚の再発行に数ヶ月かかる理由は謎だけどね。 OSS になると完成検査証は紙でなく電子化された状態でサーバーに登録されていて、申請者が管理しないので紛失リスクがありません。だから紙なくされると困るから代行させてくれっていう理由ももう存在しないんだよね。じゃあますます代行してもらう必要ないね。そうだね。 OSS の手続きって簡単なの？正直紙申請と手間は変わらないかな。どうせ車検証とナンバープレートは現場手渡しだし、運輸支局で待たされる時間もほとんど変わりませんしね。紙に書くかパソコンで入力するかの違いだけかな、正直。4. 行政書士法と個人情報保護法。そういえば行政書士法がどうしたこうしたっても言ってなかったっけ？行政機関に提出する申請書類の作成などは行政書士しか有償で引き受けてはいけないという決まりがあります。違反すると懲役または100万円以下の罰金。ひえー。無償なら問題ありませんが、報酬があると NG です。じゃあヤマダドリームジャパンはダメなんじゃ。3万円は明らかに行政書士に委託する費用の数倍だからね。金額もそうだけど強制もまずいんだよね。バイクメーカー側はどこも登録代行を強制することはできないと考えているというニュアンスの回答をしていますね。でも販売は別会社だから知らんけどっていうことが多いかな。それに今は個人情報保護法という問題もあります。代行を委託するということは住民票など個人情報を提供することになるからね。登録代行を嫌だというユーザーに対してそれを強制して個人情報提示を求めるのは明らかに情報提供の同意を得ていないのでまずいです。無理やり個人情報を提供させていることになっちゃうよね。法律的にいろいろやばいんだね。5. その後ヤマダドリームの登録代行の件はどうなったかな。行ってみましょうか。すいません。あ、その説はどうもっす。登録代行費用の件はどうなりました？なんか社内で揉めてたらしいんすよ。結論出てないってこと？一応一定の結論は出たみたいっす。理屈はペンタロウさんたちの言う通りなんですけど、いろんな派閥があるらしくて。店舗数も多いのでいろいろありそうですね。じゃあ売ってくれないの？
いや、それはそれでまずいっつうか。まあ法律的にやばいですもんね。で、一応っすね、250cc 以外の新車はお客さんが自分でやって問題なし、250cc と中古車はこっちでやらせてくれってことで、なんかややこしいね。今まで強制してきちゃったもんで、その辻褄合わせも必要ってことみたいっす。なるほど。単純に方針転換すると今までの強制に理由がないということで困るわけですね。新車は OSS になったから書類紛失リスクなくなったんだよね。そうっす。だから代行強制しちゃう言い訳がなんもなくて、さすがにただのぼったくりになっちゃうんで。書類を言い訳にするのも本来まずいんですけどね。別の話なので。まあいろいろお偉いさんたちが頭絞ったみたいっすよ。とりあえず進展はしたみたいだからよかったね。6、まとめ。じゃあ一通り整理してみようか。とりあえず登録代行の強制はされないのが一般的な時代なので、登録は自分でやると言えば OK です。それで OSS で自分で申請して運輸支局に車検証を取りに行けばいいんだね。平日4時までに1回行く必要があるから、時間帯や距離の都合で難しい人や手続きがよくわからんという人は1万円くらいの代行サービスにネットで依頼すると楽。カード決済もできるし。自動的に手続きが完了して車検証とナンバープレートが自宅に郵送されてきます。行政書士を自分で探して直接依頼する方法もあるね。行政書士は通常業者からの依頼がほとんどだから、そこは注意点だね。費用は大抵前金の銀行振込かレターパックに現金入れて送ってという謎な人もいる。現金は現金書き留めでないと送っちゃまずいんですが。メカ系ディーラーごとの状況はどんなだっけ？スズキワールドはもともと登録代行を強制してないよね。そうですね。自分でやるといえばそのように手配してくれます。それで今回ヤマダドリームジャパンが運営するヤマダドリーム店は強制しなくなったと。そうなりました。ただし 250cc と中古車は除外されています。フランチャイズのヤマダドリームはどうなんだろう。ヤマダドリームジャパンは OSS とともに強制やめたからまずいんじゃないと言ってみるといいかも。川崎モータースジャパンは電話で聞いたら登録代行を強制してないと言ってた。ただ川崎プラザはほぼフランチャイズなので、フランチャイズのやることは知りませんというスタンスでした。店舗ごとに個別に交渉しないといけないんだね。大抵のバイク屋さん法律に詳しくないから、それダメなやつだよって言っても通じないのが困る。2025年4月から OSS に移行して、書類の紛失リスクないから強制するとただのぼったくりだぞ。川崎モータースジャパンも強制できない性質のものだって回答してるぞ。だからヤマダドリームもスズキワールドも強制してないぞと言えば解決するかもしれません。ヤマハは YSP は全店フランチャイズだから川崎と同じく個別交渉だね。今はエクスクルーシブなどで YSP と一部でしか買えない車両もあるので、メーカー側でちゃんとしてほしいところです。法のもと適切に運用しようねって話なんだけど、こういう話するとバイク屋も大変だから利益取らせろって切れ気味のコメントがよくあるね。それってお金ないから万引きしてもいいだろって言ってるのと同じですよね。めんどくさい客には売ってやらねえからなってキレてる人もいたね。この動画に切れる人はそんな暇あったら合法的に商売をやろうとする会社に転職した方がいいだろうね。ちゃんとした会社で働きたいよね。そういえばペンタロウさん行政書士やってるけどあんまり仕事してないんだよね。副業の副業くらい。本業含めてちゃんと仕事してるの？家計は火の車。税金ちゃんと払ってる？多分。税金滞納したりするとバイク差し押さえられますよ。どこ言う前に自分の生活ちゃんとしてね。ズボラですいません。今回こちらの世界のペンタロウはお金の管理が怪しいようですが、本来支払う必要のないものが課金されていることも世の中にはあるので、いろいろなコストを見直してみると良いかもしれません。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。